さんこんにちは、ふーみんです。今日は皆さんが SNS に動画を投稿するときに知らず知らずのうちに楽曲の著作権違反をしているケースがあるかもしれませんので、そちらの内容についてお話ししていきたいと思います。この動画をご覧の皆さんの中には、例えば自分が踊った動画をインスタとか TikTok だとか、Facebook、YouTube などですね、その他たくさん SNS のサービスがありますけれども、そういった SNS のコンテンツとして動画をアップロードされる方も多いのではないのかなと思います。私も普段そういった SNS を使っているので、様々なアカウントの投稿を見ているんですけれども、楽曲の著作権違反をしたまま動画を投稿しているケースがまだまだたくさんあるなと感じています。憧れているダンサーさんやインストラクターの方の投稿を見て、同じように編集をしてそのまま流行りの楽曲をつけたまま動画を投稿している方もまだまだ多いのかなと思うんですけれども、実はこれ著作権違反をしているんですね。ダンスのインストラクターの方であったり、プロフェッショナルなダンサーの方というのは、ダンスの業界ではプロフェッショナルだと思うんですけれども、 IT リテラシーというのはそれぞれ人によってレベルは違いますので、例えばレッスンで踊った動画をそのままアップロードするのもですね、これは著作権違反になっちゃうんですね。なので今日お話しする内容をですね参考にして、皆さん一人一人が著作権違反することがないように注意していただくきっかけになればと思います。今日お話しする内容はダンスをベースに説明させていただきますが、これはダンスに限らず動画を SNS に投稿する際には気をつけるべきポイントだと思いますので、ぜひダンスをしない方も参考にしていただければと思います。では最初に皆さんが知らず知らずのうちに楽曲の著作権を違反している例についてお話ししていきたいと思います。例えばダンスレッスンの場合には、そのレッスンの中で使用する曲というのは先生が準備していると思うんですけれども、流行りの曲だったり有名な曲を使うケースって多いと思うんですね。そのレッスンで先生がオリジナルで曲を作ってきて、それを使ってダンスをするだとか、あと著作権フリーの音楽をわざわざ先生が探してそれをレッスンで踊ってみるというケースはほとんどないのではないかなと思います。通常のレッスンではアーティストの楽曲を使ってレッスンを行っているケースがほとんどだと思います。そういった場合に皆さんはダンスのレッスンで自分が踊っている様子を録画して、それを SNS に投稿するということもあると思います。その場合にそのレッスンで使われている楽曲はほとんどがアーティストの楽曲を使っていると思いますので、必ず BGM を編集して SNS などに投稿する必要があります。スタジオレッスンだけではなくって、発表会などに出た時も同じことが言えます。自分で BGM を用意するケースって多いと思うんですけれども、それはアーティストの楽曲を使っていると思いますので、そのまま自分が踊った作品を SNS などに投稿するのも気をつけていただければと思います。それ以外のシーンだと、例えばクラブとかそういったお店に行った時にですね、かかっている BGMはやはりアーティストの楽曲であるケースが多いので注意が必要です。ここ 1,2 年はコロナ禍もあって皆さんもほとんど行く機会がなかったと思うんですけれども、私がクラブに行って何かしら撮影をする時には BGM を編集するようにしています。まずクラブでは DJ さんがいて、いろんな楽曲をですねその場で流しているので、クラブでアーティストの楽曲がかかっていないようなお店ってないと思うんですね。なのでそういった場所で会話をするシーンを動画で撮影したとしても、もうバックグラウンドでかかっている BGM が著作権違反になってしまいますので、後から編集して会話の部分はアフレコで入れ直しています。ここまでのお話でもう想像つくと思うんですけれども、ダ
ダンススタジオであったりクラブだったりどこかのお店でなくてもですね、街中を歩いていたとしても、その街中で何かしらアーティストの楽曲がかかっている場合には、そこには著作権が発生しますので、やはり編集して何かしら SNS に投稿する必要があります。次によく勘違いされるジャスラックの楽曲の著作権の部分についてお話をしていきたいと思います。このジャスラックというのは、例えばスタジオだったりお店だったり、その会場の中でアーティストの楽曲を流してもいいという権利なんですね。なのでスタジオとかショップに行くと入り口とかにですね、ジャスラックのシールが貼ってあると思うんですけれども、このジャスラックに対して支払っている権利はあくまでその場所でアーティストの楽曲を使用しても良いという権利なので、皆さんがそこで撮影した動画を SNS に公開してもいいという権利ではないので、ちょっとここを勘違いしている方がいらっしゃる場合には注意していただきたいと思います。では次に、そういったアーティストの楽曲が撮影した動画に含まれてしまった場合にどうすればいいのかについてお話をしていきたいと思います。まず1つ目は、その動画を編集し直して楽曲を入れ替えてしまうことです。そして2つ目なんですけれども、皆さんが使う SNS のサービスメニューの中に使用が許可された楽曲を選ぶ選択肢があればそれを使いましょう。自分で編集する場合のデメリットとしては、まず使用する楽曲も自分で用意しないといけないというところですね。そして編集するのに結構時間がかかってしまうというようなデメリットがあるので、2つ目にご紹介した SNS のサービスの中にそういったメニューがあるようであれば、そちらを活用することを一番お勧めします。次にご紹介するのは、私が使っている楽曲のサービスと、あとは動画編集アプリですね。こちらについて紹介していきたいと思います。まず楽曲サービスなんですけれども、一番最初はですね、私も著作権フリーの音楽をかなり探しました。それで皆さんもうまく自分のイメージに合った曲を見つけられればいいと思うんですけれども、やはりフリーだとちょっとあまり思いの曲がなかなか見つからないんですね。そして毎回探していくのに時間も結構使ってしまいます。なので最終的にたどり着いたのは、お金を支払って自分のアカウントの中で使っても良いという使用許諾を得られるサービスがありますので、そちらを選びました。この有料のサービスは本当にたくさんあるんですけれども、そこは皆様の自分の好みと合うなというサービスがあれば、もちろんそちらをお使いいただければと思いますが、今日私がご紹介するのは AI が提案してくれるサービス、面白いサービスがありますので、そちらをご紹介したいと思います。これは Evoke Music というサービスで、日本では去年くらいから展開されている比較的新しいサービスだと思います。これを見つけたきっかけは、動画クリエイターの方がですね、このサービスを非常に評価していて、それを紹介していたから使ってみたんですけれども、例えば私がダンスで踊っている動画がパワフルでとてもエネルギッシュで、まるでパーティーで賑やかな場所で踊っているようなシーンの場合には、華やかとかパーティーとか楽しいとか、そういったキーワードを入れて検索すると AI が私に対していろんな楽曲を提案してきてくれるんですね。そして提案してきてくれた楽曲の中から決めていくんですけれども、ある一曲を気に入ったとします。そしてその一曲はですね、いろんな楽器を組み合わせたフルバージョンで使用することもできますし、ある楽器だけが演奏されたバージョンも音楽ファイルとしてダウンロードできますので、ニーズによって一つの曲の中で楽器ごとのパーツをですね組み合わせて使ったり、自分の楽器の演奏だけを使ったりということがカスタマイズできるので、私にとってはちょっとこのサービスがですね非常に魅力的でした。でその他のサービスでもですね、非常にかっこいい曲を提供しているコンテンツってまだまだありましたので、
試しに契約して使ってみたりしたんですけれども、結局はですねこのエボークミュージックの契約に絞ったというような経緯があります。ただこれは皆さんの使い方でどういうふうに使っていきたいのかとか、もちろん好みもあると思いますので、本当に一つの参考として情報を確認していただければと思います。そしてエボークミュージックは無料のプランから有料のプランまであります。で YouTube チャンネルを持ってない方は無料のプランで十分だと思いますので、ぜひチェックしてみてください。そして次に動画編集アプリのおすすめなんですけれども、これもたくさんあるんですが、ハイクオリティで無料版で結果こればっかり使っているということで、私の経験からおすすめさせていただきますと VN というアプリです。今私が YouTube のチャンネルでアップロードしている動画の編集アプリもこの VN を使っています。これは何がいいかと言いますと、スマホで操作できるアプリの中で結構プロフェッショナルなところまで機能が備わっているアプリなんですね。最初は私もですね動画の編集をいろいろ勉強するのに Adobe のプレミアプロを契約したり、今でもずっと契約してお金だけ支払ってるんですけれども、これは最上位のアプリケーションだと思ってください。クリエイター向けの本当にリッチな機能があるアプリなんですけれども、それを使ったこともありました。そしてファイナルカットというようなアプリもありまして、これもクリエイター向けの非常にリッチな機能が含まれた、基本的に PC 上で編集していくアプリなんですけれども、この2つは本当にクリエイティブな動画を作ったりするのに非常に向いていると思うんですけれども、私は編集するのにそこまで時間がかけられなかったんですね。隙間時間でずっと動画を作っているんですね。移動中だったりだとかスマホとか、iPad とかで編集しているんですけれども、ちょっとだけ編集して保存して、また隙間時間ができたら編集してという形で実は作っているんです。なのでわざわざ PC を開いてがっつり編集するというような生活スタイルではなくなったので、結局この VN を使っているという状況です。ただここもですねニーズは人によって違うと思いますので、よりプロフェッショナルな機能よりはですね、おしゃれなフィルターとかエフェクトを使いたいという方はですね、インショットとかビバビデオだとかビデオショーだとか、その辺の可愛い動画を作るアプリがありますので、そちらを使っていただければいいのかなと思います。ただこれらのアプリってアプリの名前が透かしで入ったりするんですね。あとはより高度な機能を使おうとすると有料の契約を誘導されると思うんですけれども、ぜひそういったアプリの方が合っているという方は検討してみていただければと思います。動画編集アプリの情報についても概要欄の方に少し記載をしておきますので、参考にしてみてください。ここまではアーティストの楽曲を使う時の著作権違反についてお話をさせていただきました。最後にお伝えするのは、皆さんが撮った動画の中にですね、全く知らない他人の方が映り込んでしまった時にもちゃんと編集をして、その方がどなたかわからないようにして公開することをお勧めします。編集方法としては、その人が映り込まないようにカットする方法もあると思うんですけれども、最低限顔はぼかした方がいいと思います。 YouTube に投稿する場合には非常に便利な AI の機能が搭載されていて、映り込んでしまっている人の顔を指定すると、その人が動いたとしても追跡してくれるんですね。追跡してモザイクを顔にかけてくれるので、そういった機能を使うのもありだと思います。 YouTube 以外のサービスでは今の時点ではそういった顔を追跡して消してくれるような機能はまだついていないのかなと思うんですけれども、技術的にはもうできる機能なので、近い将来そういった機能も増えてくると思いますので、そういった機能が使えるようになってきたらぜひ活用してみてください。あとはポールダンスをしている方の中であえてお伝えするとすれば、自分がレッスンで踊っている後ろとかですね、全く別の方が
練習をしていたり踊っている姿がですね映り込んでしまうケースってよくあると思うんですね。そういった場合にはやはりその映り込んでしまっている方に許可を取るのが一番だと思うんですけれども、面識がない方が映り込んでしまっている場合には後から許可を取るのも難しいと思うんですね。そういった場合にはポールダンスってボディーラインが結構あらわになった格好で練習もしますし踊りますので、なるべく顔だけではなくってボディも動かしてあげた方がいいんじゃないかなと個人的には思います。例えば自分が練習しているシーンを他の角度から誰かしらが撮影していて、それを勝手に公開された場合に結構露出している格好で失敗してしまったりだとか、あとは体の見えてほしくない部分が映り込んでしまっている動画を勝手にアップされると、やはりちょっと嫌だなと思うこともあると思うんですね。なので街中で普通に服を着た状態で映り込んでしまっている場合には顔だけぼかすだけでいいと思うんですけれども、ちょっと露出したシーンではそこまで配慮できると一番ベストかなと思いますので、ポールダンスに限らず水着とか薄着で映り込んでしまっている知らない人がいる場合にはそこまで配慮して編集できるのが一番ベターかなと思います。あと私の経験からもう少しアドバイスさせていただくと、クラブとかで自分が踊っている場合にお客さんも映り込んでしまうことって多いと思うんですね。お客さんの顔がもうバッチリ見えてしまうような動画の場合にはもう必ず顔は編集してあげましょう、ぼかしてあげましょう。後頭部あたりが映っている、後ろ姿が映っている場合には私も編集はしないことがほとんどなんですけれども、やっぱりそういった場所に行っているというような証拠になるような動画がどこかでアップされていると、映り込んでしまった方もそれを知った時にあまりいい気分にならないかもしれないので、そこは配慮してあげるべきだと思います。もしかするとトラブルになる可能性もゼロではないと思いますし、やはり許可を取っていない場合には自分以外の方はなるべくぼかすのが一番ベストだと思いますので、皆さんが撮影した動画に人が映り込んでしまった場合にはなるべく配慮して編集してあげることをお勧めします。手間がかかってはしまいますが、なるべく撮影する時点から映り込まないようにする工夫も大切ですけれども、どうしても映ってしまった場合にはそのような対応をしてあげるのが一番ベストだと思います。いかがだったでしょうか。今日の動画が非常に参考になったという方はぜひいいねを押していただければと思います。こちらのチャンネルではポールダンスや美ボディに関するあらゆる情報を発信していますが、取り上げてほしい内容がありましたらぜひコメント欄に記入していただければと思います。そしてこちらのチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた他の動画でお会いしましょう。